平安時代丸わかり聞き流しバージョン。皆さん、今日は平安時代のお話です。平安時代はだいたい400年くらい続いた長い時代です。今日は暗記しなくて大丈夫。へえ、そうなんだ。くらいで聞いてください。ポイントは3つだけです。誰が政治をしたのか、なぜ文化が変わったのか、そして人々は何を不安に思っていたのか。まず、平安時代の始まりです。平安時代は794年、桓武天皇が唐平安京に移したところから始まります。平安京は今の京都です。道がきれいに区切られた当時の最新都市でした。どうして唐を移したかというと、奈良にあったお寺の力が強くなりすぎて、これじゃ政治がやりにくいなと思ったからです。ここから貴族が中心の時代が始まります。次に政治の話です。天皇が一番偉いはずなんですが、実際に政治を動かしていたのは藤原氏という一族でした。藤原氏は天皇の奥さんを自分たちの一族から出して、天皇のおじいちゃんや義理のお父さんになります。そして天皇が子供の時は摂政、大人になったら関白として政治をしました。これをまとめて摂関政治、摂関政治と言います。中でも有名なのが藤原道長。この世の中は全部自分の思い通りみたいな歌を詠んだくらい絶好調な人でした。ここでもう一人とても大事な人物がいます。菅原道真です。菅原道真は藤原氏のような名門貴族ではありませんでしたが、とにかく頭が良くて努力して出世しました。でもそれが原因で妬まれて九州の太宰府に左遷されてしまいます。その後都で雷や病気、火事が続いたため、これは道真のたたりだと恐れられました。そこで神様として祀られ、今では学問の神様天満宮として有名です。次は外国との関係、外交の話です。それまで日本は中国の唐という国をお手本にしていました。ところが894年、菅原道真の意見で遣唐使を辞めます。理由は唐の力が弱くなってきたこと、船の旅が命がけだったこと、そしてもう日本は日本のやり方でいいんじゃないと思ったからです。ここから日本は中国の真似をやめて日本らしい文化を作り始めます。それが国ぶり文化です。漢字ばかりだった文字はひらがなやカタカナが使われるようになります。特に女性たちが活躍しました。有名なのが紫式部の源氏物語、清少納言の枕草子です。ちなみに当時の男性貴族は漢文が書けないと仕事できない人扱いでした。平安時代の後半になると人々はだんだん不安になります。地震や飢饉、病気が多く戦も増えてきました。そこで広まった考えが末法思想です。もうこの世はダメかもしれない、そう思った人たちが来世の幸せを求めました。その結果広まったのが浄土信仰です。南無阿弥陀仏と唱えれば死んだ後に極楽浄土に行けるというとてもシンプルな考えでした。この浄土信仰を形にした建物が平等院鳳凰堂です。場所は京都府宇治市。藤原道長の息子が建てました。池に映る姿はまるで極楽浄土みたいだと言われています。そして有名な雑学、10円玉に描かれている建物、実はこの平等院鳳凰堂です。つまり皆さんは毎日平安時代を持ち歩いているんですね。最後にまとめです。平安時代は藤原氏が政治を動かし、遣唐使をやめて日本独自の文化が育ち、人々は不安から極楽を信じるようになった時代でした。最後に理由を考えるクイズ4題です。第1問、桓武天皇はどうして唐奈良から平安京に移したと思いますか？答え、奈良の寺の力が強くなりすぎて、天皇が政治を思うように行えなかったからです。つまり、政治を安定させて、天皇中心の政治を行うためでした。第2問、次の問題です。藤原氏は、なぜ天皇の外戚、つまりおじいちゃんや義理のお父さんの立場になることを大切にしたのでしょうか？答え、天皇の外戚になることで、摂政や関白として政治の実権を握り、自分たちに有利な政治を進めることができたからです。第3問。では、ここは少し考えてみましょう。遣唐使を辞めた後、なぜ日本では国ぶり文化が発展したのでしょうか？答え、中国の制度や文化をそのまま真似る必要がなくなり、日本の風土や考え方に合った文化を自由に発展させることができたからです。第4問。最後の質問です。平安時代の後半、なぜ浄土信仰は多くの人々に広まったのでしょうか？答え、地震や飢饉、病気などが続いて末法思想が広まり、現世ではなく死後の極楽浄土に救いを求める人が増えたからです。お疲れ様でした。